上には来ない。と見ていいようだ。ミド？何やってるの？ちょっと遊んでる場合じゃ。これはまさか。ミド？まさか。数えた腕は切らないとダメなの。いや、もう手遅れだから首を切ろう。貴様。仮にも武者の身で。毒を使うのか。ミド、いけない。かわした。ミド、平気？少なくとも今はな。自由の利かない場所が次第に広がっているような気がする。首や足腰まで動かなくなった時には危うかろうな。そんなことになったら手立てもあろうに毒とはね。心の底から呆れる話よ。前例を探そうとしたら老母襲来絵言葉まで遡っちゃうんじゃないの？俺も他には聞いた覚えがない。毒界を働く武者など。
もじったところで拉致もあかんがな。そうね。それは奴を地べたへ這わせてからにしましょう。今その毒のことだけど。何かわかるか？毒の正体についてなら皆目。誇りにかけてもそんな知識は学ばなかったの。だろうな。だが俺の体のどこにどう毒が作用しているのかならわかるはず。どこだ？神経よ。もちろん傷口から血管を通して広がっているんだけど、おかしくなってるのは神経の方。あと筋肉も。テトロドトキシン。要するにフグの毒だ。つまりこのまま放置すればすぐに死ぬな。継続しないと。お前の力でできるか？多分全行動を停止して数分かければだけど。大義の申請に耳を傾けてくれるとも思えん。減らず口叩いてる場合なの？症状の進行を遅らせることができるか？それくらいなら。でも大して長くは持たないと思う。急いでケリをつけろと。では流れ変える。
しのげたわね。ああ。ミド！村正、敵はどこだ？あそこ。やっぱり、薬か何かを使っていたんでしょうね。村正。熱量が急激に低下している。単に消耗したのとは違う。無理やりに引き上げていたものを取り返されたって感じ。自滅したのよ。要するに。中にいたのはどんな人間だったのか。さあ、ね。Wait a minute. Your name and? ヤマト語で結構でしたよ、所長さん。あなたが大鳥大尉。はい。本日はお日柄もよく。コブデン氏が失敗したと聞いた時点で何らかの制裁は避けられまいと覚悟していたが、よりによってあなたが送られてくるとは。いや、当然か。私が GHQ の参謀でもそうする。ええ、私が GHQ の味方なら忠誠を確かめる試金石になる。敵なら敵同士ぶつからせて食い合わせることになる。しかも私は大和人。私が親王を襲ってもはためには進駐軍の関与がうかがえないし、仮に知られても大した問題にはならない。実際に血を流し合ったのは結局どちらも大和人なんですもの。 GHQ は宮殿下に報復を加えながら大和の人々の感情を刺激しなくて済んでしまう。私の上司は本当に合理的でしたよ。 G2 クライブキャノン中佐。あら、ご明察。
私が張り合うには少々無理がきつい相手だったようだ。ですかしら。あなた方が焦って自陳の道を選びさえしなければ、まずまず互角の勝負ができていたと思いましたよ。策を浪しすぎたのではなくて、足利森氏の急な死は確かに進駐軍の大和政策を高知から拙速へと振り抜ける危険性を持っていましたけど、手のひらを返すように一瞬で変わると思っていたなら、あなた方は警戒が過ぎました。 GHQ のように図体の大きい組織がそう俊敏に動けるものではありません。方針を翻すとしても、それは会議と日産を繰り返して内部の意見調整を済ませた後、あなた方が対策を講じる余地は十二分にありましたのよ。なるほど。そうか。そういうことか。つまり我々は疑心暗鬼の完成にはまったのか。疑心？あなたに対する。大鳥大尉。足利森氏を殺したのは我々ではない。影明に拒絶され、あなたにも断られ、我々はやむなくプランを放棄した。暗殺実行者を用意できなかったからだ。しかし、大将領は死んだ。我々は GHQ が手を下したのだと判断した。ああ。そうだ、大鳥大尉。我々から大将領暗殺の計画を聞いたあなたが GHQ へ報告したのだとそう思った。そして GHQ はそれを利用すべく策したに違いないと、自らの手で森氏を始末しておき、その上で我々の計画を幕府に密告する。計画は実在したのだし、大尉という証人もいるのだから信じさせるのはたやすい。幕府の手で宮殿下を攻め滅ぼさせ、しかる後、その行為を非難して進駐軍が幕府を潰す。大和の国民は進駐軍を正義の執行者と認め、支配を受け入れる。そういう筋書きを GHQ は書いたのだろうと我々は考えたのだ。それで、とにもかくにも進駐軍の出足を止めようとコブデン中佐を買収して横須賀軍港を爆破させるなんて乱暴な手を。ああ、一刻の猶予も許されないと宮殿下も私も思い込んでいた。空回りだったのだな、大尉。先ほどのあなたの話を追えば、森氏を殺したのはあなた方でもない。ええ、あの事件は司令部にも寝耳に水。私、お二人から暗殺の話を持ちかけられたこと誰にも漏らしませんでしたから、利用してどうのなんてキャノン中佐にもできる道理はなかったんです。お断りするとき申しましたでしょ。計画の趣旨には賛同できますけど、私的な事情で少し立て込んでいるので今回はご協力いたしかねますって、あの言葉を額面通りに受け取ってくださればよろしかったのに。そうだな。それをできなかったのが私の器量だ。偉人の言葉を疑ってはいけない。この世の鉄則でしたよ。来世があれば気をつけよう。しかし、では誰だ。あの宝刀参拝の日、誰が八幡宮を襲ったのだ。我々を踊らせたのは誰だ。いや、そもそも踊らせる意図があったのか。せんないことか、今さら。理由はどうあれ、私は策に敗れた。結果として
意味もなく進駐軍に敵対する愚を犯した。ええ、もちろん右の方をはたかれたら左の方を殴り返すのが彼らのマナーです。そうやって世界の支配権を握ってきた人種ですから。承知している。逃げるつもりはないし、恩情を請うつもりもない。菊池所長、私は首謀者への制裁を命じられていますの。あなたは？私が首謀者だ。進駐軍にとってもその方が好都合だろう。大和の皇族に危害を加えるのはやはりリスクが大きいはずだ。宮殿下をそそのかす者がいたということにしておいた方がいい。いわゆる君側の勘だよ。あながち間違いでもない。確かに私は宮殿下のおそばに控えながら正しく補佐し奉る責務を果たせなかったのだからな。あなた方が私を信頼できなかったのは私の不徳も一因。その分のお詫びはせねばなりません。ご希望に沿いましょう、菊池所長。心から感謝する、大鳥大尉。ミド、ここで急しよう。毒を抜かないと。そんな暇はない。見ろ。宮殿下はおそらく多くのいいんだろう。急ぐぞ。でも武者が。次郎君、君を私の息子として迎えようと思う。嘘だ。私の息子としての名を贈ろう。これまでの名を捨てろというのではない。新たにもう一つ別の名を。秋高様。港影明、気に入ってくれるか？待て。
ではこれよりなんとなく裁判を開始する。被告人前へ。はい。検事、ウィス。まず罪状の告発を。被告港影明はとりあえず俺を殺しました。それから年派もいかない蝦夷の双子を殺しました。でもって学生の綾音一条を殺しました。んでフリーの記者の時田光雄を殺しました。それとおーいよ、いつまで続くんだよ。じゃあ中略してあと一つだけ。あいつは自分の母親も殺しました。以上。はい、ご苦労さん。では弁護人。はい。弁護できるならしてみるがよい。仕方なかったんです。仕方なかった？そうです。仕方なかったのです。じゃあ仕方ないな。情状酌量の余地を認める。無罪。異議ああり。弁護人に質問します。仕方なかったってのは一体どう仕方なかったんですか？被告人は幼い頃に両親を亡くし、中略、閉じる。愛情に飢えていた被告人は甘えようとしてうっかり殺してしまっただけであり、中略、閉じる。死体を押し入れに隠したのは精霊に生き返らせてもらおうという彼の善意の表れであって、中略、閉じる。以上の理由により、被告人に被害者への殺意はなかったと断定できるのであります。ざけろー。なんという弁護。突っ込みどころが多すぎてどこから突っ込んだもんだかわからねえ。これって一種のノーガード戦法か？うかつに突っ込むとカウンター食いそうだ。納得していただけましたか？したような気もする。じゃ、閉廷すっか。騙されないでください、判事。何かご不満でも？洗いでか。だって聞いてたろ今の。仕方なかったんだよ。殺意はなかったんだよ。ならごめんねって謝ってもらえばもうそれでいいだら。よくねえよ。仕方なかろうが殺意がなかろうが、それで殺された方が納得いくわけねえだろ。法律は死人のためにあるんじゃないし、生きてる人のためにあるんだし。さすがは判事、資源であります。おめえら、自分の言ってることが社会にどういう影響を与えるかとか、ちょっとは考えろよ、頼むから。そんなこと言われてもにゃあ。これが仕事なので。悪い意味で職業意識が発達しすぎた世界はほんとダメだ。わがままな検事だな。仕方ねえ。妥協案を考えてやろう。どんな？影明ちゃんは悪くないから死刑になんかできねえけど、代わりにそこの弁護人を殺していい。私ですか？まあ被告人さえ救えば私の仕事は果たされるので構いませんが。検事は？どっちかってと、今は被告人より弁護人の方がムカつくしね。大人になることも必要だよ。そうですね。じゃそれでいいです。どうかしたんかね被告人。口パクパクして。なんか言いたいことでも？なんも聞こえんね。特に意見はないようです。
執行する。エクスキューショナー、カモン Go to hell! ここはどこだ？以上か。はい。舞殿宮を取り逃がしたか。ご期待に添えず申し訳ありません。処分は謹んでお受けいたします。どうかお嬢様、いえ、お取りたいお責めにならないでくださいませ、中佐殿。すべてはこの老いぼれが至らなんだための不始末。ええ、実はそうなんです。というのは真っ赤な嘘だっぴょー。中佐殿、召喚は上官の命令に従っただけであります。適任の所在をお間違えなきよう。あなたそれでも私の従者？言えた義理じゃねえだろ、腐れみかん。まあいいさ。どうしても抹殺しておく必要があったってわけじゃない。ひとまず表舞台から退散させられたんならそれで十分だ。しばらくの間は余計なちょっかいもやめておとなしくしているだろう。その間に片はつく。すべて。ご苦労だった。下がって休んでくれ。期間の次の配置は追って伝える。はい、失礼いたします。逃げたにしろ逃がしたにしろ、消えたやつのことはどうでもいい。死んだやつも。だが捕虜か。港輝き。さてね。失礼。どなたかおられませんか？もし
Be quiet! OK。俺は進駐軍に拘束されているのか。村正村正。囚人ライフを過ごしておられますかしら？大尉殿。これは港様。天井からご出現とは、さすが一筋縄ではいかぬお方でございますな。ほほほ。いや、何やってんだよ、あんた。休んでいようと思ったのですが、どうにも落ち着かず。つい普段の拘置所生活のように体を動かしてしまっていました。普段の？お気になさらず。気になりますわや。あなたは体を動かしたくなると天井からぶら下がるんですか？普段から。血行が活発になるせいか、健康に良いようです。んなことは聞いてません。足と腹筋の鍛錬にもなるのですが。地球人と会話している気がしない。落ち着かれませ、お嬢様。たとえ天井から人間が垂れ下がってきても取り乱してはならないと、お父様が口を酸っぱくしておっしゃっておられたのをお忘れですか？忘れる以前にそんなピンポイントの教育は受けてません。 What's happening? My God! 扉の外におられた方ですか？全国はお騒がせしました。いいえ、今も騒がせておりますよ。っていうか、そろそろ降りろよ、怪奇コウモリ男。いらぬ辛労をかけてしまったようで申し訳ありません。いえ、かなりのハートブレイクショットではありましたけど。なんか豪快に負けましたな、お嬢様。人間衝撃力勝負とかそんなものに。
そうね。ペナルティエリアの反則で PK もらってさあ1点と思ったところに、サードの隠し球ランナーアウト、試合終了。採点の結果2対1で判定負けって感じではあったかしら。次からはお嬢様も量子論に基づいて壁をすり抜けつつ登場するくらいの芸をなさらなくてはいけませんな。生きにくい世の中ね。タイ殿。はい。まず自分から質問をしてもよろしいか。どうぞ。舞殿の宮殿下はいかがされましたか。建長寺からは無事に脱出されたようです。ご遺体は見つかりませんでしたし、今頃はどこかに潜伏して様子を伺っておられるのではないかしら。そうですか。自分はどうしてここに。いえ、まずここはどこでしょうか。横浜です。ではなぜ自分はその横浜に県庁地で倒れていたと思うのですか。ええ、それをさよが拾って車でここまでお連れしたのですね。はあ。それはお手数をかけまして。いいえいいえ。そうか。村正、自分の剣は。無論一緒にお連れしました。今は別室でお休みでございますよ。残念ながら合わせて差し上げるわけには参りませんが。とはなぜでしょうか。合わせられないとは。大鳥大尉殿。はい。現在自分が生存を許されている理由は何でしょうか。心臓が動いているからではありませんの？停止させることはたやすかったはずです。そうかしら。自分のこめかみに銃口を押し当て、引き金にかけた指へ 100g ほどの力を与えるだけで。そうですね。
けれど私にもいろいろ都合というものがありますの。よろしければお聞かせ願いたい。よろしくってよ。まず一つには影明様を生かして連れてきてほしいと頼まれていたこと。頼まれた GHQ の中の人間にですか？え？どなたでしょう？ウォルフ教授と呼ばれている方です。NRS で顧問をしていらっしゃる。ご存知ありません？いえ。お知り合いではないんですの？あの方、どうして影明様の身を気遣われたのかしら。学者という人種はいささか常人の理解からはみ出した部分を往々にしてお持ちですので、まあ港様に関する報告の中に何か教授の興味を刺激する部分でもあったのでは？なのかしらね。性的興味とかでなければよいのですけど。それは自分も死に物狂いで困ります。いずれ教授とは面会の場が設けられるはずですから、真実はその時直にお確かめなさいまし。それはそれとして、理由はもう一つ。こちらが私の個人的事情。は？ああ。俺はこの人に憎まれている。影明様、あなたをやすやすと死なせたくはなかったから。早朝なのか夕方なのかお悩み？それもいささか。早朝です。影明様がお目覚めになったと聞いてすぐに来てしまいましたけれど、考えてみれば非常識でしたね。このさよめがうかつでございました。港様、無礼をお許しくださいませ。謝罪などご無用に。すぐに来ていただけたことはありがたく思っております。タイ殿。はい、影明様。初めてお会いしたのはあの村。今はもう存在しないあの小さな村の。ええ、あの山の上。あれからまださほどの時は流れておりません。つい昨日のこととも思えるほど。でもその間にいろいろとありました。悪代官を相手に立ち回ったり、アーマーレースをめぐる陰謀に介入したり、江ノ島に潜り込んででっかい変なのと戦ったり。はい。どれ一つとっても400字詰め原稿用紙300枚くらいなら埋められそうな事件でございましたな。しかし大義、自分にはわからないのです。気づけばあなたは自分に悪意を抱いておられた。自分は短い交際の中でいついかなる理由によりあなたの悪意を得たのでしょう。考えてみてもその謎は解けないのです。
いえ、そもそも理由はあるのでしょうか。理由ならありましてよ。とてもわかりやすくて、とても単純な理由。それを自分が知らないのは、やはりとてつもない失態なのでしょうか。いいえ、どうかお気になさらないで。影明様が理解しておられないのはとても自然なことなのです。お聞かせ願えるでしょうか。もちろん。そうするためにお助けしたのですもの。ぜひにも聞いていただきます。少々長い話になってしまいますけど。お構いなく。幸い、今の自分は暇を持て余す身です。
の帰国は父の仇討ちのため。そうですね。その気もないと言えば嘘になりますけれど、シシクへの復讐しかやることがないなら、この国へ戻ることはなかったでしょう。ヤマトに帰ってきた理由は2つあるのです。一つはノーブルの血統に連なる者としての責務を果たすため、我々は民衆を守る対価として彼らから糧を得ていたのですから。ヤマトがかつてない危難の中にあるとき、遠い国からのんきに眺めているわけには参りません。私には国民を救うためになすべきをなす義務があります。まさにまさに。そしてもう一つ、家族を守るため。妹君ですか。ええ、花江、私の最後の肉親です。お嬢様とは七つ違いであらせられますな。まあ実際のところ、あの子のことは割とついでというか、かなりどうでもよろしいのですけど。さようでございますね。お嬢様のご留学前の時点で姉妹喧嘩の勝敗は五分五分に迫っていたと記憶しておりますし。取っ組み合いで勝っても最後に落とし穴にはまっているのは私だったりするのよね。悪辣な策謀に長けた末恐ろしい姫様でございました。そうそう、私とはもう似ても似つかぬ。悪逆な暴力に長けたお嬢様とは嫌になるほど血のつながりを感じさせましたな。一体何の呪いであのお優しい旦那様と奥方様からこんな地獄チック姉妹が生まれたやら。実は橋の下から拾われてきたのでしょうか。ねえバーヤ、前から聞きたかったのだけど、あなた主従関係っていうものを何だと思っていて？要するにでございますね。現在は傀儡当主に甘んじているとしても、いつまでもそのままでいるとは到底思えないようなお方でありまして。誰かの助けなどなくとも、あと数年の時間があればシシクを排除して名実揃った当主になるでしょうね。さっき仇討ちのためなら帰らなかったと言ったのはそういうことです。私が出しゃばるより妹に任せておいた方がずっとスマートに、周りへの迷惑も最小限で片付くんですもの。それが分かっていては何もできません。シシク殿にもその方が辛いでしょうな。花江様は真の残虐さを備えたお方。あっさり殺すよりも生かしておいて延々と苦しめ続ける方法を取られるに違いありませぬゆえ。そういう妹なんです。だから私が守りたかったのはあの子よりももう一人の方、私と花江のいとこシシクが血眼で求めた大鳥本家正統の嫡子、そちらなのです。しかし政治的事情だけが人間関係のすべてではございませんよ、湊様。親同士の関係は複雑でしたけれど、子供はまた別だったということです。私も花江もいとこのことはとても好きでした。あの小さな男の子を抱っこするとなんだか幸せな心地になれて、花江もそうだったから、今日はどっちが彼を抱くのかでまた喧嘩になって、花江は許嫁として、私は将来の義士として、あの子を飼いなに入れる権利は自分にあるんだと言い張って譲らなかったものです。そうでしたか。
では守りたかったというのは？彼は大鳥一門の遠縁にあたる家庭で平穏に暮らしていました。何も知らず。どう考えても大鳥の当主なんかに祭り上げられるよりそのままの方が幸せでした。それでも彼自身が当主だろうと望むならいい。けれどシシクはきっと彼の自発的意志などに肯定しない。拒まれれば腕ずくで奪う。私はその時彼を救うつもりでした。彼の幸福を守るため、花江が用済みの道具として処分されるのを防ぐため、私はそうしようと思っていた。なのに何もできなかった。なぜ？なぜ？なぜですと？影明様、よろしくて。その男の子は、私たちが愛していたその子は、ね、名を夕日というのです。おい、そこのクラグラとした悪党！すいません、うまく言葉になんないです。でも俺は律を探すために何かしたいし、そうするべきだとも思うんです。信じるよ。この世には村正っていう名の正義の味方がいるってことを。彼は死んでしまった。ええ、死んでしまったのです。私にも花江にもシシクにも全く関係のないところで唐突に死んでしまいました。それは誰よりも影明様がご存知でしょうね。知らぬはずはありませんな、村正殿。まことに失礼ながらいろいろ調べさせていただきました。何より江ノ島であなた様と反町殿のお話を不作法にも盗み聞いてしまいまして、悪人を切るたび善人をも切らねば収まらぬとは難儀な剣をお使いでございますな。そんな剣でも使わなくてはならなかったのですね。銀星号、あの魔物がもたらす災いを止めるために。なんということなのでしょう。お察しいたします、影明様。銀星号の卵を受けた者は切らねばならない。切る他にない。放っておけば第二の銀星号になってしまうのだから、どうにも切るしかありません。けれど切ればもう一人何の罪もない人を切らなくてはならなくなる。それでも無数の人々の命には変えられない。だからあなたは切った。婿の人を。さぞおつらかったことでしょう。お苦しかったことでしょう。けれど許しません。あなたは夕日を殺した。あの子の命を力ずくで奪った。それが本当にどうしようもなくやむを得ない選択であったとしても、あなたに救われたヤマトの1億の人間すべてがあなたの免罪を認めたとしても、あなたが強いた一つの嘆きにかけて、私はあなたを許しません。
あなたははい。俺は自分をおや、どうされましたか、港様。先ほどは平然と、なぜ自分を殺さなかった、簡単に殺せたはずだ、などとおっしゃられていましたのに、お声が震えておりますよ。化けの皮でも剥がれましたかな。殺すのですか。あなたはもうご存知だ。村正のこと、銀星号のこと、自分はどうして彼を殺したのか、それら全てを理解して、それでもあなたは自分は許しません。殺します。自分が泣いて慈悲を乞い、残りの命のすべてを贖罪のために費やすと誓い、あなたの足元に伏して願って、おやおや。それでもあなたはええ、影焼様、決して許しません。不本意でしょうね。けれど遊戯だって不本意な最後を受け入れたんですもの。影焼様も我慢してくださらないと。当然でございますな。安心なさって。今すぐにとは申しません。銀星号の一件が片付くまでは待って差し上げます。これまで通り協力もいたしましょう。あれは私としても知らぬふりのできない問題。解決するには影焼様のお力がいります。ですから、それが済み次第よろしくって。もちろん抵抗せずに死ねなんて無慈悲なことは申しません。あの剣で戦われませ。遠慮は無用です。実は影焼様ももうご覧なのですけれど、私も剣を。ありがとう。え？あなたの存在に感謝します。あなたがいてくれたことに感謝します。感謝。大鳥かなえ、あなたに全て捧げます。この港影焼の全てを差し出します。何もかもあなたに従いましょう。生も死も全てあなたの命ずるままに、いつなりとこの首に裁きの刃を。
はて、ここでもないか。どこへ行ってしまったやら、世話のかかるリトルガールだ。捕まえたらパンツ脱がせて陰謀を抜くか。抜くな誰のことか知らんけど。おやおや、リトルガールを探していて別のリトルガールに出会ってしまったよ。君はいつも寝室鬼没だね。パンツ脱ぐ？脱がん。これだ。人間というやつはどいつも自分だけが正しいと信じ、あらゆる他人は愚かだと信じ、神を疑い真理を嘲笑う。そしてパンツを脱がないのだ。なぜだ？いや、だからさ、そんなに脱がせたけりゃ自分の脱がせよ。無才男がパンツ脱いで何が楽しい？バカじゃないのか君は。うわぁ、変なとこだけ正気だなおめえ。ぶっちゃけ3回くらい殺したくなったけど、まあいいや今は。知らせに来たんだよ。姫は5日後に目覚める。おお、確かかね。当ての目に狂いはせいぜい180度しかない。では大丈夫だな。こいつ人のボケはスルーなんだぜ。自分は人に散々突っ込ませてるくせによ。誰が君の性器に陰茎を挿入したと？んなことは言ってねえよ。うっかり何のひねりもないつまらんツッコミ入れちまった。うるさいぞ、バカか君は。あんて、いじめられてるよね。で、姫はその時刻に合わせて不堕落城に運び込まれるのかな？ああ、その辺の手はずはもう整ってる。やり直しは困難なのだ。間違いは犯してほしくない。確かにパンツは履かせとく。脱がせ。嫌だ。少女の無垢な下半身が見たい。うるせえ。そこに誰かいるのか？ああ、失敬。少々スターライトポエムタイムを楽しんでいたのだよ。君の仕事の邪魔だったかな？申し訳ありません。教授でしたか？いや、気にせず任務に戻ってくれたまえ。ああ、君。はい。パンツ脱いだ少女を持ってないか？ちょっと手持ちを切らしていてね。いえ、あいにくと。失礼します。君の愚かしい失態でプチピンチであった。気をつけたまえよ。わかる気もしねえ。にしてもおめえ英語が達者だよな。大和語もだけどさ、本当にドイツ人か？ドイツは故郷には違いないがね。そこで暮らした時間より世界を旅して回っていた時間の方が長い。母国などあってないようなものだ。強いて言えばパンツ脱いだ少女が住まう国こそ我が母国。おめえの居場所地球上にないからな。まあ現在の国際情勢と僕の専門を鑑みれば、英語と大和語に熟達するのはシンプルな論理的帰結でしかないよ。そっか。しかし君の能力も便利なものだね。突然現れるのもとっさに隠れるのも自在じゃないか。それ僕も修行とかすればなんとかなるかな。さあ、なるんじゃねえの。とりあえず腕立て伏せ1万回からやってみ。本当だな、やるぞ。それで身につかなかったらパンツ脱がす。ああ、ごめんなさい、嘘つきました。あんたやるったら本当にやりそうだし、抵抗するのも無理っぽいから勘弁してください。仕方ない。今回は士官だけで許してやろう。やだよ。ヘバコ一性が絡みついて気持ち悪いよ。堪能した。で、計画に問題はないわけだね。それはむしろこっちが聞きてえとこ。
落とす用意はちゃんとできてんのか？心配いらない。キャノン中佐は動かせる。つまりウィロー少将も動かせるし GHQ も動かせるということだ。入れ子構造の組織って素敵だね。偉大なる友キャノン君に幸あれ。彼のためなら僕がパンツ脱いでもいいな。やっぱ脱ぐの？冗談くらい理解してくれないものかね。これだから大和人は無粋だというのだよ。ごめんなさい、国民の皆さん。こんな変態にバカにされてしまいました。ザ・ガジェットは定められた時刻に合わせて送り出す。あれと姫との開口が我々の求めた道をついに切り開くだろう。ああ、ゴールデンドーンのために。同志チャチャマル。ゴールデンドーンのために。同志ワルフ。
マハトハーバー、クリスタルナハト。うん。あなたは彫像？なぜ？ところでパンツの現在進行形はパンチングで良いのか？いいえ。そもそもそれはどんな動詞ですか？なんだ、ここにいたのか、リトルガール。人生は大概こんなものだな。青い鳥はいつだって自宅にいる。なくした財布は机の引き出しに収まっている。そんなものだ。さあ、部屋に戻りなさい。もう子供は休む時間だよ。トイレを済ませて、歯を磨いてパジャマを着て、パンツは脱いでベッドに入りたまえ。特に最後は大事だぞ。僕にはかねてから不思議でならないことがある。何でしょう？なぜ人はパンツを履く？それは哲学に属する問題ですか？そう言っても差し支えない。君は疑問に思ったことはないかね？人は生まれつきパンツを履いていたわけではない。にもかかわらず、誰もがパンツを履く。まるで天命のごとくにだ。しかしその一方で、誰もがパンツを脱ぐではないか。パンツを履いたまま成功する者がいるか？パンツを履いたまま排便する者がいるか？稀には。それは背徳行為としてだろう。特殊な思考であることは認めます。正常な人間はパンツを脱ぐのだ。ならば何故最初から脱いでおかない？履かなければよいではないか。なるほど。趣旨は理解しました。そうか。君は僕に賛同してくれるのだね。いいえ。何？パンツを履いておくべきでしょう。なぜだ？今度は自分からお尋ねしますが。いい年の男がパンツ履かずに歩いていたら嬉しいですか？君は僕を侮辱する気か？お答えください。右手に38口径、左手にパンツを持ってすぐに履けと命令するよ。なるほど。では
そうして男にパンツを履かせるのは楽しいですか？最悪だな。逆に女性のパンツを脱がせるのは人生の喜びだ。そういうことです。ん？誰もがパンツを脱いでいる世界で醜い者にパンツを履かせて回るのと、誰もがパンツを履いた世界で美しい人のパンツを脱がせて回るのと、どちらがより優れた人生か、答えは明々白々でしょう。ほー！すんばらしい！完璧だ！なんてこった！長年の謎がついに評価した！こんなにも簡単に！ああ！ハレルヤー！ハレルヤー！僕はバカか？かなりの高確率で。しかしね、それでもやはり人はパンツを脱がなくてはならんのさ。は？正気を隠すのは羞恥心の証。羞恥心は知恵の源泉だ。この小賢しい知恵というやつが我々を神の増果てから遠ざける。これがある限り人は神に許されない。いくら神を求めても届かない。神を目指す者は裸であるべきだ。何もかも捨て去って祈る。さすれば神は昇り来たる。港影明くんだね。はい。あなたは？ウォルフだ。皆にはプロフェッサーウォルフと呼ばれている。大学で教鞭を取られているのですか？確かにそんな時代もあったが、今は違うよ。けれど司令部の要請に応じて大和語の講義なんかをしているのでね、ここでは。それでみんな教授と呼んでくれるのだろう。先ほどから感銘を受けておりましたが、実に流暢な大和語です。あなたへの敬意は正当なものでしょう。ありがとう。だがね、僕が大和語の扱いに慣れているのは別に奇跡ではなく、ごくごく当然のことだよ。と言われると？簡単な話さ。何しろ大和といえばパンツの国。いえ。違った。何しろ大和といえばパンツ履かない国。まあ。違った。何しろ大和といえば剣の国。フォルクローアだよ。フォルクローア？なるほど。大和を無視して人類文化における剣の意味を解き明かそうなんてお笑い草だろう。外国の方にそう言っていただけるのは大和人として喜ばしいことです。ああ、君たちは誇るべき文化を持っているよ。この狭い島国の中でよくぞこうまで独自の技術を発展させたものだ。その点において君たちは全欧州国家を合わせたより優秀であったかもしれない。恐縮です。しかし我々は産業革命という大偉業を成し遂げることも
その流れから剣の量産技術を開拓することも独力では果たせませんでした。では一長一短としておこうか。だがね、僕個人はあくまでヤマトの優秀性を評価する。いや、期待していると言った方がいいな。それは僕の望みを君たちが叶えてくれるのではないかという期待だよ。さて、用件を済ませてしまおうかな。用件？君を呼び出した用件だよ、もちろん。現在、自分は捕虜としてまず妥当な扱いを受けていると考えております。そのため積極的に敵対する意図は有しておりません。教授のご要望が自分あるいは自分の関係者に著しい不利益をもたらすものでない限り、可能な範囲で善処をいたしましょう。まあそんな大げさな話じゃない。簡単な用事でね、すぐに済む。は、君は健康か？はい。おおむね身体機能に支障はありません。明日の朝になってみたら、うっかりぽっくり言っていたりしないかね？まず大丈夫かと。ならよい。用事は済んだ。もう実質に戻ってくれて構わないよ。君をここまで連れてきた兵士が外で待っている。要件とはこれだけなのですか？あなたは大鳥大尉にも自分を殺さず連れてくるよう願われたとか。なぜ自分の身命を気遣われるのです？よろしければお教えいただきたい。すでに教えたよ。君たちには期待している。さっきそう言っただろう。君の未来にグリューネドラヘの羽音が響かんこと。ご一緒に散歩でもいかが？喜んでお供します、大尉殿。
見事な軍事拠点です。おそらく不堕落城よりも総合的な機能においては勝るのではありますまいか。ええ。大和古来の軍学に基づく築城ではどう工夫してもここまで効率的な構造にはなりません。どうしたところで各所に細かい無駄が現れます。野原が総力で当たっても果たしてこの基地を攻め落とせるかどうか疑問です。とにかくまず横須賀と分断しないことには。そうですね。大殿、もしやお体の具合でも。あ、はい。私もそう思いましたよ。やはりならばご自愛ください。確かに無料を囲つ自分にはありがたいお誘いでしたが、大殿にそのような無理までしていただくには及びません。すぐに戻りましょう。念のため軍医に。まあまあ、港様、そう慌てなくとも大丈夫でございますよ。しかしお嬢様、港様はお嬢様が心ここにあらぬ体でおられたのをご心配なさったのです。それでお体の不調を問われたのですが、何か健康に思わしからぬところでも。いえ、申し訳ありません、影明様。私この通りピンピンしておりましてよ。本当ですか？もうどこもかしこもビンビンで困っちゃいます。影明様、ご覧になりたいの？いやん、こんなところで。何を見せる気なんでしょうね、この知女は。そうですか。ならよろしいのです。安堵いたしました。大殿、あなたは自分にとってもかけがえのないお人です。どうかお体は大切にしてください。健康はともかく、なんだか妙に調子が出ないご様子ですね、お嬢様。そんなことはなくてよ。私はいつも通り。あまりそうは見えませぬが。気のせいです。しかし現在の時刻は3時、風向きは北北西、大気中の電波濃度は 63% でございますよ。普段のお嬢様なら直ちに会長のごとき規制を上げ、マイムマイムを踊り出されるはず。分かってます。ちょっとお待ちなさい。時刻よーし、風向きよーし、電波よーし。くけー。変だ。変だ。まあそのうち回復なさいましょう。それはさておき、港様、ウォルフ教授に会われたとか。はい、部屋に招かれ短時間ですが面談を。どのようなお話をされましたかな。無論差し障りのない範囲でお答えいただければ結構でございますよ。そうですね。とりあえず印象が強かったのはパンツという単語が会話中にやたらと出てきたことでしょうか。聞く方に差し障りのあるお話だったようで。失礼。いいえ、あの教授はいつもそんなんですから。一体どんな歪んだ生い立ちを過ごされたのかは存じませんが、とにかくパンツに異様な執着心を抱かれているらしく、口を開けばパンツパンツと。侍従殿、誤解なさらぬ。はあ？あの方はパンツに執着しているのではありません。パンツを脱がすことに執着しているのです。
これは全く意味も意義も異なることです。混同されてはいけません。はあ。例えるなら見延達吉先生を逆賊呼ばわりするようなもの。何をおっしゃりたいのかさっぱりわかりませんが、多分その例えは適切ではないですぞ。しかし港様もなんだか調子がおかしゅうございますね。お嬢様とは別方向に。そうでしょうか。そうかもしれません。コブデン中佐です。はい。罪状は収賄、通謀、そして反乱。反乱？横須賀の事故のことは覚えておられます？おう、はい。確か事故というのは表向きの発表に過ぎないと。つまり。ええ、それが反乱でしたの。今は亡きコブデン中佐の起こした。いえ、正確には毎度の宮殿下が起こさせた。なんと。態度。それは一体どういう？お知りになりたい？はい。この件についてはもう何もかも終わってしまったことですのよ。それでも願わくば。わかりました。お話ししましょう。ではこういうことなのですか。情勢の急変に焦った宮殿下と所長が不祥事で横須賀に左遷されていた進駐軍将校を買収、軍港の破壊を企み、それに失敗。事態は露見し、県庁寺へ GHQ の制裁措置を招くに至ったと。ええ、そんなところです。信じられませんか？いえ、残念ながら信ぜざるを得ないようです。
そういえば、影明様？何でしょうか、大尉殿。あの日は、私の電話から随分と時間が経った後で参られたようですけれど、何かございましたの？はい。結果として、大尉のご忠告を無にしてしまいました。大尉殿。はい？悪魔じみた姿の巨大な武者に心当たりはありませんか？悪魔じみた？はい。他にはなかなか形容の術がありません。さあ、進駐軍内の騎士の方々はもちろんいろいろななりの剣をお持ちですけど、悪魔っぽいというのはあまり正規軍に属する騎士の趣味ではなさそうですし。確かに。そんな悪趣味ソルジャーとどこぞで出くわされたのですか、港様は。はい。あの時、県庁寺へ向かう途上で。ほう。襲われ、不覚を取りました。あの武者を手早く退けていれば、父を救えたかもしれない。父？はい。県庁寺で所長が殺害されたことはご存知ありませんか？はい。いえ、知っていますけれど。鎌倉所長の菊池昭隆殿ですな。あの方のご遺体は確認しております。そうですか。あれが自分の養父です。多大な恩を受けました。しかし姓が違うようですが。事情あって港家からは籍を抜いていたのです。それ以降婿入りする前の旧姓を、菊池の姓を養父は称していました。さようで。自分が大尉のご忠告を生かし、すぐに駆けつけていれば守れたかもしれません。あの騎士の放った矢から養父を、あの騎士。あの騎士。ゴールデントーン、それが作戦名か？はい。気に食わないかね、ウィロー少々。僕なりに良い名を考えてみたのだが。いえ、そんなことはありませんよ、プロフェッサー。悪しき過去を断ち、輝かしき未来へとつなぐ一大作戦にふさわしい名です。そうだろう、そうだろうとも。黄金の夜明け。この言葉を口にするたび、未来の光景が目に浮かぶようではないか。そうですね。パンツ履いてない少女の下半身が。そうですね。それで、クライブ、
11月30日、六原幕府の本拠地であるところの不堕落城に勅使を迎え、足利森氏の着孫国氏への大将領宣言が行われます。朝廷工作がようやく実ったようで、式典には当然幕閣の要人ほぼ全員が参列します。宿坊、評定衆、万所執事、侍所所持、少なくともこの辺りはまず間違いなく。頭は潰せるということだな。だがそれでは目的の半分だ。インパクトが足りない。残りの半分についてどう見込んでいるんだクライム。満足な成果を閣下。式典に合わせて幕軍の主力も不堕落に集結しつつあります。目的は式典の警護の他に大和国民及び我々に対する威圧、加えて軍全体の士気向上。要するに六原は森氏の急死で失ったもの全てを宣言式典で取り戻す気でいます。連中も連中なりによく考えてますね。そうだな。何事もなければ六原の目算はおおむね成就しただろうからな。しかし申し訳ないが、彼らの入念な準備は全部我々のパーティーのために使わせてもらおう。幕府首脳と軍主力が不堕落に集まる。我々は彼らを一撃によって一掃し、この国への支配権を確立する。未来はそう決まったと考えてよいのだな、クライブ・キャノン。機会は与えられました。間違いなく。あとは努力次第ですよ。よろしい。普段の努力はワイルドウエストか。いや、そのずっと昔から我々の最も得意とするところだ。成功は約束されている。もちろんこれは天命というものだよ少々。我々が失敗すれば世界はやがてブリテンの手に落ちるだろう。だがそんなことはありえないのだ。なぜなら全人類を従える権利は唯一神の手にのみ帰する。いかにクイーンが海賊の狩猟まで遡る尊い血脈を誇っておられようと、その権利を侵せるものではない。おっしゃる通り。エンパイアはすでに十分声太った。声太りすぎた。もういい加減屠殺場に搬送されて解体されてもいい頃合いです。まったくだ。何かねキャノン中佐。僕の顔にパンツでもついているかな。まあ毛編みのパンツなら。それはヒゲだよ。失礼ながら少しばかり意外でしてね。教授が我々の理想にそうも共鳴してくださるとは。意外かな。確かに僕らゲルマンはブリテンの支配下に置かれる屈辱の歴史の長さにおいて君らアメリカンの足元にも及ばない。まだほんの数年ばかりだが、それだけに生々しい怒りというものがあってね。クライブ。ええ、分かっています。教授、疑うような発言をお許しください。いやいや、君の慎重さは美質だよ。しかし僕はすでに誠意を示してきたのではないかな。オデッサ機関を通じて英国軍に囚われ酷使されている我が同胞、世界に誇るドイチェス・テヒニカーと連絡を取り、数々の最新兵器、分けてもガジェットがヤマトへ運び込まれるよう仕向けた。運用試験の適地について少々事実とは違う報告をさせただけのことだがね。この程度の助力では不足だったかな。そんなことは決してありません。ウォルフ教授、あなたは私にとって最大の恩人の一人ですとも。そう言ってもらえると安心できるよフロイント。ならば君たちが悲願を果たした暁には我が祖国への支援を期待してもよいのだろうね。恩と友義にかけて必ずや。我が故郷の未来を盤石なものとするためにも
教授の祖国との協調は必要不可欠です。そうだろ、キャノン中佐。全くその通りです、閣下。11月29日は大英連邦の終焉の始まりであり、我ら両国の友好の始まりでもあるわけだな。ね29日。黄金の夜明け作戦の決行は宣言式典の前日を予定しています。当日を避けた理由は大和国民の微妙な心理に配慮した結果です。教授。提案した僕から説明しよう。大和の人々は無論六原を嫌ってやまぬわけであるが、それはそれとして盛大な式典が行われれば鎌倉市中はフェスティバルになるし、その気分は各地にも伝播する。なんとなくおめでたい気分になるわけだ。そこへ我々が水をかければ、それも北極海直送の氷水をぶっかけたりすればわかるだろ少々。大和国民は我々に怒りを抱くかもしれない。巨悪の粉砕をもって国民の支持を勝ち取る目論みはついえ、作戦の全てが無意味どころか逆効果になってしまう恐れがあるのだよ。教授からそうご意見をいただき、作戦を1日前倒しにしました。いくつか無理は生じてしまいますが、まあ許容範囲の内側です。なるほど。いや、教授の言われることはもっともです。中佐、標的はそれまでに不堕落城へ集結を終えているのだな。そうですね、ほぼ。なら問題はない。その予定に従って進めてくれ。了解です、閣下。では僕はそろそろ失礼させていただこう。パンツ禁断症状が出始めたようなのでね。また後ほど。はい、お疲れ様です、教授。彼を疑うのか、クライブ。信用は置けませんね、全く。私は必ずしもそうとは思わないが。同じ境遇というだけで同情しすぎですよ、あなたは。故郷の同胞の中にさえ大英連邦に仲間を売る裏切り者が幾人もいたことをお忘れなく。いや、我々すら始末に負えない同胞、対局を理解せず暴発ばかりしたがる過激分子どもをガバナーゼネラルに売って信用を得てきたではありませんか。彼が同じことをする。いえ、さすがにその点は徹底的に洗いました。大英連邦との接点は見当たりませんでしたよ。ただ不可解な部分も多いのです。できれば作戦前にそこのところをはっきりさせたかったんですがね。まあいいさ。大英連邦の患者ではないというだけでも最低限の安心はできる。今はそれで満足しよう。いつだって万全は望めないものだし、それを理由に好機を逃すのは愚かしいことだ。ところでクライブ、何ですか。パンツ禁断症状って何だ。そいつを調べろってご命令だけはお断りしますよ、閣下。クライブ・キャノン中佐だ。進駐軍総司令部参謀第2部に属している。港影明です。何か不自由していることはないかな。
不自由？まあ要望と言い換えてもいいが、あるだろ？食事はパンよりライスにしてくれとか、畳が欲しいとか、藤山が見たいとか、芸者ガールを呼べとか。そうですね。一つ切実な不自由を抱えてはいます。遠慮なくどうぞ。生まれた国が他国軍の進駐を受け、しかも自分の身柄はその軍に囚われているのです。食事にも芸者にも格別不満はありませんが、この不自由からは願わくば解放されたいもの。驚いたな。君はそんな率直な物言いを好むのか？報告から受けていた印象といささか違うな。時と場合によります。旅衆という環境は婉曲な性質を養うに適切であるとは言えません、中佐殿。自制心を育むにも、誰かに懐逆を口にする機会は今の自分には得難いもので、なかなか抑えが効きません。そうだ、言ってたな、あのマタハリ。かなりの努力を払って精密に観察するなら、やたらと愉快な人でもありますとか。結構だ。いや、大いに結構だよ。俺にできる範囲で取り計らおうじゃないか。自由か、与えよう。差し当たっては君一人分。だがゆくゆくは君の故国の分も。ミスター港。君は八幡宮のプリンスに従っていたと報告を受けているが。はい、私的に雇用されエージェントのようなことをしていました。なかなかの活躍ぶりだったらしい。恐縮です。その能力を今後は我々の下で生かしていく気はないか？君の最も建設的な可能性はそうすることで開かれると信じているんだが。建設的？舞殿宮はもういない。ブラフで取引するつもりはないよ。他でもない君の努力、あるいは別の理由によって舞殿宮は死を免れた。その点は認めておこう。だが当面謀略ごっこを楽しむ余裕はないはずだし、必然君を有効に運用もできない。殿下が政治的行動力を取り戻す頃にはあいにくもう介入の余地はなくなっている。今現在情勢は激動の渦中にあるんだ。後世の人間の目にはきっと明らかだろうな。当事者たる我々、今を生きる人間にはむしろ捉えがたいが、君はどうかな？明日は今日のコピーだと思うか？平穏な日々が積み重なっていくと、今日京浜新聞の一面は動物園から脱走したカバの話だった。明日はパンダの出産か？舞殿宮殿下の復権とその後の活躍を信じて半年か1年至福の日々を送ってみるか？そこまでの楽観視は残念ながら自分には不可能のようです。だろうね。それなら話も進めやすい。故国の運命を憂うなら港君 GHQ に協力するべきだよ。我々は六原の悪性から大和を解放すると約束できる。一度は抹殺するべく図った相手を今度は味方に引き入れようと
状況の変化だよ。江ノ島の一件か。最終的にモンスターの出現でめちゃくちゃな結末を迎えてしまったようだが、確かに俺はあの島へ派兵した。六原の兵器開発と君両方をひとまとめに処分しようとした部下の提案を入れてね。ジョージ・ガーゲット少佐。なあ、あの時点において彼の意見は妥当だった。君は俺にとって得体の知れない適正分子でしかなかったからだ。迅速な抹殺が必要だと考えたし、今も別に判断を誤ったとは思っていない。しかし現在君は我々の基地の内部にいる。未確認の適正存在ではなくなった。そして我々に対する病的なまでの敵意の所有者でないことは態度から明らかだ。実際こうやって理性的に会話することもできる。それが分かればこちらにもまた別の考え方が生まれる。そういうことさ。なるほど。中佐殿、あなたの立場からすればもっともなことです。納得できます。自分に対する措置に関しては。というと他に何か納得できないことが？いささか。そもそものあなた方が自分を敵視するに至ったゆえんです。あなた方は悪しき大和武者を故意に作り出し、人々の信望を進駐軍に集中させようと企てておられた。この非道と言わざるを得ない措置について、中佐殿のお考えはいかに？中佐殿。そう思うのなら君はやはり我々に協力するべきだな。今君が言ったような方法よりはるかにスマートな手段を俺は考えているよ。それには君の惜しみない協力が必要となる。わかりました。伺いましょう。クライブ・キャノン中佐。あなたは自分に何を求めておられるのです？六原と戦ってほしい。あの赤い剣をまとい我々と肩を並べて。それはつまり？なあ、そうだ。ヒーローになってもらいたいんだ、君に。不本意かな？感激のあまりあなたの両手を握ろうとしていないことはご覧の通りです。残念だ。念入りに洗っておいたんだが。一応話を最後までさせてもらってもいいかな？構いませんが、伺わずとも察しはつきます。大和国民を代表して自分は GHQ に協力するわけですか？ま、そんなところだ。無理に大喜びしろとは言わないさ。だが君にも志があるだろう。
舞殿宮の手元で働いていたのなら。志ですか？何に対しての？世界ではパックス・ブリタニカの完成は人類史から戦争なる病害を撲滅し、一段階上の社会を生み出すだろう。この高潔なる事業にこそ身を捧ぐべし。大きすぎます。加えて言うが無双的すぎます。同感だ。言ってて歯が浮いた。大和一国に絞ろうか。大和の将来なあ、このまま六原幕府に春を楽しませておくのが最善だとはまさか思うまい？ GHQ 大英連邦に春を楽しませるのが最善だと、そう信じろと。比較の問題だな。どちらが大和国民にとっても温かいか悩むほどの難題でもないと思うけどね。さて、他国人の銃口にひれ伏すよりはまだ自国人の権利と考える向きもあるでしょう。実益よりも自尊心か？それは美しいのかもしれないが、賢明とは言いかねるな。賢明。独立国家の誇りを捨てクイーンの施しを受ける身に甘んじることが賢明な選択というものですか？君の言うことはまあ理解できるが、得てして大衆とは君のように考えないものだ。誇りある苦痛より隷従しての安楽を望む、そうした人々に対する理解も必要だと俺は思うがね。了解しました。それは良しとしましょう。実際大英連邦に支配された各国の状況を見れば、六原の統治よりも市民に対しての配慮が深いことは明らかです。その上で申し上げますが、自分の負け馬に乗るのはごめん被りたい。今のところ中佐殿が提示された未来図はパイ・イン・ザ・スカイに過ぎないということです。これまでのお話だけではとても命を賭す真似などできません。六原に対する称賛は終わりか？肝心なその点をお尋ねしたい。進駐軍の現有戦力はすでに関東地方における六原の全戦力を上回っている。その事実だけでは足りないか？さらにフィリピンからの増援も加わる。イエス。戦力差はなるほど大きいでしょう。しかし勝敗がそれのみで決するというものでもない。なんといっても大和はあなた方にとっては異教の地だ。地の利で劣ることは認めよう。だがそれだけの理由で戦力差は覆り、幕府が我々に勝利しうると君は考えるのか？まさか。ではあなた方は開戦するに際し絶対的な条件を一つ設定するはずだと思うのです、中佐殿。すなわち短期決戦。連盟軍を運営する各国、つまり金を出す人々は戦争の長期化を何より厭うでしょう。大戦に続いてまた年単位の戦争、しかもこんな極東の地で行えば出費は莫大になる。下手をすれば国がいくつか倒産します。名士たる大英連邦さえ傾きかねない。確かにね。我々の戦力は十分でも戦力を稼働させるための財力は潤沢とはなかなか言いづらい状況にある。そうだから我々は短期決戦を目指す。そして実現するだろう。六原が地の利を盾に取り勝つよりも負けない戦いに徹したとしても、彼らの性質的になかなかその決断は下せないと思うが、祖国を裏切りあなた方の軍門にひとまず屈する恥辱にも耐えた六原です。必要とあらばどんな手段もためらいますまい。なるほど。自分が六原の将帥であればあなた方の攻勢を支える一方で横須賀に兵を回します。
横須賀は進駐軍にとって補給の要。ここを潰されれば、あなた方の行動限界はさらに早まります。物資は現地調達するにも限度がある。動ける間に不堕落を落とすのは、まず、無理。だからといって横須賀の防備を固くすれば、決戦の兵力が不足する。やはり短時日のうちに幕府軍を駆逐するなど、夢物語になってしまう。この上もし、フィリピンからの援軍が海上で幕府艦隊に擁撃されるようなことでもあれば、あなた方は大和占領どころか、生き延びる方法をまず考えなくてはならない境遇に陥る。総じて、進駐軍はそう楽観できる状況にはないと、自分には思えるのです。いかがか、中佐殿。ま、認めるさ。全般状況を鑑みるに、まず妥当な分析だ。仮に今戦争の火蓋を切って落とせば、君の言うように事態が推移する可能性は高い。我々が短期間で勝利をつかむのは困難だ。その薄い勝算を酷使するために自分が求められているのなら、中佐殿、お眼鏡違いも甚だしいと答えるほかありませんが。そんな無茶は言わない。極端な話、君は我々と一緒に戦線へ立ってくれるだけでいいんだ。戦力としては何ら期待していない。君ほどの勇者にこう言っては侮辱としか聞こえないかな。だとしたら謝ろう。無用です。しかし、であればあなた方は独力で六原を撃破せねばならない。するさ。我々は勝利する。ごく短期間のうちに。損害は軽微であり、戦果は莫大だろう。何の根拠もなく、そのお言葉を信じろと。根拠ね。そうだな、もっともだ。なら君は根拠を得てから決断すればいい。六原が事実上壊滅した後で改めて君を勧誘することにしよう。君の協力はそれからでも構わないんだ。しかしその時になってもなお君が決断を下せないようなら、君は我々にとって必要な人間ではなくなる。良き未来は努力を積み上げた山の上に、破局の結末は怠惰が沈殿する沼の底に。必ずしもそうではないかもしれない。だがそう信じておくべきだ。人として生を全うするつもりがあるならね。違うか、港景明。血と面の皮が薄かったかな。キャノン中佐。なんだ。D8 号が面会を求めておりますが。そういや先送りにしちまってたな。後に取っといて楽しい客でもないし、手の空いているうちに済ますか。俺の部屋によこしてくれ。はっ。お邪魔いたします。おう、相変わらず顔色が悪いな。こいつは生まれつきなんで、どうか気になさんないでくださいまし。すまなかったな。だいぶ無駄足を運ばせたようだ。中佐殿はお忙しい身、仕方ありません。今日も要件だけで失礼させていただきます。そうか。軽く一杯付き合ってもらおうかと思ったんだがな。お気持ちだけで。残念だ。嫌いな酒に無理して付き合っていただいちゃ申し訳なくて足も向けられません。
俺そんなことお前に言ったか？いえね、中佐のようなお方はみんな酒なんてくだらないものは飲まねえんで、他にもっと心地よく酔えるものをお持ちなんですからね。仕事とか理想とかね、そいつがあるうちは酒なんていりませんよ。本当の酒の味ってのが分かるようになるのは人生を投げた後です。眼蓄深いな。そう。お前は？酒ですか？まあ大好きですね。ご愁傷様だな。俺は酒好きにならないよう気をつけよう。そうなさってください。報告を聞こうか。結果から言えば仕損じました。帰り討ちに？ええ、熱量限界で落ちた。機体は大破しちまいましたが、パーツをあらかた回収したんで修復できます。中身の方はほとんどスクラップですが、一部はまだ使えます。替えもありますしね。お前が江ノ島から拾ってきたデータに刺激を受けて開発部の守備陣が作っちまったあのガッツァイだ。期待しちゃいなかったがどうだ、少しは戦果を上げたのか？そうですね、ま、検討したと思いますよ。相手を考えればね。ユナイテッドドラグーンってやつ、案外と目があるのかもしれません。もう一度野郎にぶつけてみて、その結果次第ですがね。うまいこと言って落としちまうようなら、暇人の手慰みが一転正規の研究に化けるかもってわけだ。そいつは面白い、興味深い。作戦を続行してくれ反町。詳細は任せる。構わないんで。構わないが？ですが中佐殿、ちいと困ったことに標的が姿をくらましちまいまして。村正、港景明がか？ねえ、そいつを俺に愚痴られてもな。人探しならお前の方が得意だろ。港が関東のどこに潜もうとお前の網にすぐ引っかかるはずじゃないか。そうなんですがね。関東にいないって？かもしれません。でなきゃ私なんぞの力が及ぶわけもないところへかくまわれてるか、不堕落とか久保府とかこことか。バカバカしいと笑い捨てたいが、お前の言うことだからな。基地の中を探してみるか？許可証くらい出してやる。大した手間じゃない。いえいえ、行ってみただけですよ。こんなとこにいるわけありません。そう言うならいいが。他には？格別。では任務を続行しろ。港景明を殺せ。彼の存在は GHQ の不利益だ。ね。支援が必要になったら言え。相談に応じる。ただここしばらくは多忙が続くもんでね、すぐにとはいかないかもしれない。それは承知しておいてくれ反町。わかりました。そうですか。あの方は景明様にそんなお話を。はい。資料管理課課長、実態は諜報総監、そしてあなたの上司、あのキャノン中佐が。ええ、GHQ の大和計略において実験を掌握していると言っても過言ではない方です。それはつまり彼の語った内容は一中佐の見解にとどまるものではなく GHQ 全体の思想でもあると。虚実はともかく、あの方の言葉には
それだけの重みがあると考えた方がよろしいでしょうね。虚実。大殿、キャノン中佐の自分に対する依頼の件は果たして額面通りに受け取ったものでしょうか。そうですね。それに関しては呆れ返るほど効果的な作戦ですし、私にも似たようなプランが用意されていますから、また別に試案があるとしても影明様の協力が欲しいというのは嘘ではないでしょう。なるほど。大殿、あなたは承服しておられるのですか。自分に関するプランをはい。一概に否定はしません。あまり大尉のご気性にそぐう提案とも思えませんが。先日申し上げましたでしょ。私が大和へ帰国したのは第一に民を守る務めを果たすため。国際連盟、要するに大英連邦ということになりますけれど、その征服を受け入れるのが大和にとって最良なら、私もそれに従い求められる役割を果たすまでです。否やはありません。私個人の好みなど考慮のようもないことです。影明様はいかがですの？考えてはみました。キャノン中佐の示す道が最善であるのか、まさにその一点、本当にそれが最も良い可能性であるのか。ご結論は？一時的な平和は訪れるでしょう。進駐軍が六原を駆逐し、大和の統治権を握ったなら、市政の多くの点で改善が期待できます。大英連邦が大和に限ってジェントルマンシップを放棄しない限りは、大和は大英を宗主国とは仰ぎ、スカンジナビアやバルト三国、モンゴルのようにロシアを封ずる壁の一枚となります。ケイジ・オブ・ベアーズがついに完成します。しかしそうなった時、露呈は黙って両手を上げるでしょう。南下政策は彼らの生命線です。その切断をただ看過するとは思えません。彼らが封鎖網の実力突破を図った時、まず狙われるのは占領から間もない大和？支配体制が確立する前なら付け入る感激はある。おそらくそう考える者がいるでしょう。であれば大和の春も長くは続かない。ロイヤルナイツとコサックによる激戦の巷となります。もちろんそんなことは大英連邦も望みません。外交で決着をつけようとするでしょう。いくらかは露呈の要求にも応じ、代償に連盟への参加を認める、そのあたりで。けれど目論見通りに行くとは限らない。はい、過去の歴史が証明するように。だからキャノン中佐の依頼は拒むと？そうなります。いや、これも微妙なところか。実はもう一つ別の器具が。何ですかしら？論理的考察ではなく、ほとんどは単なる憶測になってしまうのですが。構いませんことよ。キャノン中佐は本当に大英連邦に対して忠実な軍人なのでしょうか。我ながらこれはゲスの勘繰りも同然。お恥ずかしい。けれどそう勘ぐった根拠は終わりになる。根拠と呼べるほどのものは、ただ彼との対話において自分も正直のとではありませんでしたが、
それ以上に中佐の方が深く本心を隠しておられたと思うのです。しかし一度賢明、独立国家の誇りを捨てクイーンの施しを受ける身に甘んじることが賢明な選択というものですか？君の言うことはまあ理解できるが、得てして大衆とは君のように考えないものだ。誇りある苦痛より隷従しての安楽を望む。そうした人々に対する理解も必要だと俺は思うがね。あの一瞬だけキャノン中佐は素の感情を覗かせた。自分にはそう思えるのです。クイーンズルールへの反発を？わかりません。本当に憶測なのです。やっぱりこちらからの対処も考えてみるべきかしら。いえ、伯爵を動かすにはもう遅い。態度？ごめんなさい、何でもありませんの。それでもし影明様の推測が当たっていたとするとどうなります？彼が万一にも女王への範囲を有しているとすれば、大和占領を積極的に推し進めるのもそのためということになります。この国によって大英連邦に牙を向く。やはり大和は戦場となるでしょう。この場合、単に大英連邦と露呈が争う場合よりも情勢は混迷し、人々はさらに過酷な境遇に置かれるかもしれません。あるいは六原時代を懐かしむ声さえ上がるほど。元の濁りの田沼小意識、勘弁していただきたいものですね。完全に同意します。つまり影明様の見るところ、私の上司に付き従う先はどう転ぶにしろ必ずしも明るくないと。でもなら影明様には独自の展望が終わり、より確実に大和の平和を約束するような。展望はありません。ただこだわりなら一つ。こだわり？現世界情勢を思えば大和の平和を保つのは難しい。軍事的緊張と無縁ではいられません。しかしいずれ戦争を避け得ないとしても、それはこの国の人間がこの国の舵取りをした結果であるべきだと考えるのです。大鳥隊、他国の都合で振り回された挙句にそうなるのではあまりにもやるせない。第一、開戦が他国の都合であるなら終戦も他国の都合となってしまうのが道理。途方もない損害が払われた末、大和には何も益するところがない。最悪、この国はそんな歴史を刻んでしまうこともありえます。どうにもそれは受け入れがたい。大和の不沈はせめて大和の意志で決めたい。こだわりとはそういうことです。では影明様のそのこだわりのためには、今六原軍が壊滅するようなことがあってはならない。そうですね。はい。キャノン中佐との対話が戦略論に及んだ時、彼も言っていました。六原を短時日のうちに撃滅することは可能だと。しかし考えられません。進駐軍と幕府軍、両軍の陣容を比較して六原が絶対的に劣弱であるなどと。タイ殿、本当にそのような作戦構想が実在するのですか？
実在します。私も詳細は掴んでいません。厳重な情報規制がかけられ、上層部の他は実行部隊にしか知らされていないようです。ようやく探り出せたのは作戦の決行日と、そのために用意された一つの兵器。それはフォージドボム。快眠快便快脱パン。僕は二度とパンツを履いてこの部屋に戻ることはない。そうあってほしいものだ。閣下、作戦参加将校全員集合いたしました。ご苦労。ではキャノン中佐。はい。これよりゴールデンドーン作戦の最終確認を行う。すべて予定通り。あの話はなかったことにしようと。クライブ、ブーンを。俺の運より女王陛下の運の月を祈ってくれませんかね。その方が効き目はありそうだ。祈るよ。アワアメリカ2億の同胞と共にな。村正、ミド、すぐに動ける状態にあるか。ええ、もう閉じ込められてはいないから。それで、ついさっきまで私を忌々しい箱に押し込めてくれていたあの女を噛み殺してやる必要はないって話だけれど。大尉から事の説明を受けたのか。聞いたのはそこまでよ。あとはあなたに聞けって。よし、ここまで来られるな。当たり前よ。ここ数日間の船寿司扱いでたまりにたまったこの鬱屈、今晴らさないでいつ晴らすかっての。
ヘルズエージェント。親愛なる隣人よ。先制した。それは良かったと言っておくが。鬼に会うては鬼を斬る。仏に会うては仏を斬る。剣の断り、ここにあり。それでミド、結局、何がどうなったの？ああ。11月29日午前7時45分、ここ横浜基地からエアシップが一隻訓練航行の名目で出撃します。この予定はすでに幕府へ通達がされていますから迎撃されることはありません。もちろん万一の空襲に備えて警戒態勢は敷かれるでしょうが。飛行艦の方ビッガースメイフライマーク 4C、 飛行艦の中では快速ですがその分小型です。収容可能な竜騎兵はせいぜい20機。その程度の戦力ではたとえ不堕落への奇襲を成功させても損害らしい損害など与えられない。これは自明の理です。六原の警戒は形ばかりになるでしょう。ええ、おそらくは。当日不堕落には翌日に大正領宣言式典を控えて幕閣首脳が参集しているはずですから、やや警戒も強まるとは思いますけれど、あくまで形式の域は出ないでしょうね。訓練飛行を装って要人暗殺、おわ、拉致コースなんて子供騙しにも程がありますし。同感です。横浜から不堕落城までは約20キロ。ビッガース級の巡航速度で30分もあれば到達できる計算です。しかしそれは直進した場合です。六原の注意を最大限減らすため飛行艦は迂回路を取るのではありますまいか。それがそうもいかないらしくて、問題の爆弾の安全性に関してはキャノン中佐も完全な信頼は持てずにいるご様子なのです。作戦所要時間は短縮したいお考え。なるほど。ではそうする一方、爆撃に竜騎兵ではなくわざわざ足の鈍い飛行艦を用いるのも同じ理由ですね。なるたけ安定した環境で爆弾を運用したいと。無意味なところで暴発させて鎌倉市民に特大の花火をプレゼントしても仕方ありません。不堕落城と数十万の軍兵を一撃で滅却するために用意された爆弾なんですから。まだ信じられませんか？なかなかにわかには。フォージドボム、人間大の重量規模で TNT 火薬1万トン相当の爆破力。冗談にしか聞こえませんね。はい。
一体どういう原理でそんなとんでも兵器が実現したのかまでは調べがつきませんでした。ただ昨日今日の発明ではなく、かなり長期にわたって研究がされていたようで、そもそもの発端はかのウォルフ氏による爆弾の素材となる物質の発見なのだとか。彼はインド北西部のマウンド・オブ・ザ・デッドで発掘したそうです。そのプルートニアムと名付けた重金属を。ま、言われはともかく、鉄頭鉄尾、ただひたすらに迷惑千番極まる代物がヤマトに持ち込まれてしまっていることは事実です。それとも影焼様、暇を持て余した私が影焼様をからかって笑うために一芝居打っているとお考えになる？それはそれでごくスムーズに納得が可能なのですが、狼少年の悲哀。置いておきましょう。して態度、具体的な爆撃手順については掴んでおいでですか？推測混じりになりますが、お願いします。想定されている爆弾の破壊規模から考えて、飛行艦が実際の投下まで行うとは思えません。低高度で投下すれば爆発に巻き込まれます。といって高高度からの投下では命中精度に信頼を置けません。確かに最終的にはやはりドラグーンを頼ることになるでしょう。それも足の速いかつ不堕落の防空隊に捕捉されない能力を備えた機体では噂のST-109 ステルスドラコが初の実戦投入という運びになるのではありませんかしら。軍事史的にいろいろと意義の大きな作戦になって結構ですこと。完成していたのですか？しかも大和進駐軍に配備されていると。ええ、影焼様、これは確実な情報です。最終運用評価試験まで終えた ST-109 の部隊がここには待機していましたよ。それもこれもキャノン中佐の手腕と申し上げたら尻尾をお巻きになる。負けるものなら巻きたいと切に思います。来世は尻尾のある動物に生まれましょう。可愛がって差し上げましてよ。飛行艦は爆発の影響を受けないギリギリのところまで近づいて反転。その直前カタパルトから爆走した ST-109 が出撃。瞬足に物を言わせて立ちどころに不堕落城上空へ到達。フォージドボムを投下。そのまま速度を維持して危険空域から離脱。爆弾は地面に落ちるまでは待たない。空中の適切な位置で爆発。不堕落城は外周部分だけ残して消滅。もちろん軍入寺殿下の大将領戦儀式典のために集まっていた将兵も完全応殺。六原は事実上滅亡。大和は主権国家の具体的根拠である軍事力を喪失して大英連邦の従属国になり下がります。阻止するにはまず影焼様のお考えをどうぞ。今直ちに行動を起こし問題の爆弾を奪取、解体もしくは回収不可能な場所へ投棄。非現実的です。鍛造ライダーの保管場所は見当がついていますが、警備が厳しくこちらの戦力で突破できるとは考えられません。運搬手段ビッカースを破壊。
飛行艦なら他にもありましてよ。全部叩き壊して回ります？六原へ作戦を密告。やって損はないかもしれませんが、向こうが話を鵜呑みにして必要な防御措置を取るという保証は全くありませんね。キャノン中佐の暗殺、いや拘束。無意味です。作戦立案は中佐の独創であっても実行は誰にだってできますもの。別の将校が代理で指揮を取るだけです。他にはいかが？すでに大尉殿の腹はお決まりの様子。はい、実はちょっと意地悪でしたかしら。水際阻止。秘密作戦の性質上、動員兵力はごく小規模にとどめざるを得ない。小型の飛行艦が1隻、それに搭乗する兵員が数十人、これで全てのはずです。作用を含めても総勢3人の私たちが勝利するには、この小部隊が空で孤立無援になる作戦行動中を狙うしかありません。同意。私とサヨはあらかじめ飛行艦に潜り込んでおくことにしましょう。影明様は鎌倉へ航行する船を途上で襲い突入してくださいませ。それには使えるように取り計らっておきます。内と外から攻撃し撹乱する。ええ、そうして爆弾を奪って解体するか相模湾へ投棄というあたりで、迂闊に投棄もできないほどどちくしょうな代物だった場合には仕方ありませんから、2人で絶海の無人島にでも行ってそこで爆発させてしまいましょうか。若い命はあえなく散り、けれど2人の愛は永遠に。天空を貫く火柱は秘伝のモニュメント。了解です。はい。あなたがそれを望まれるなら自分に依存はありません。お供いたします。大尉殿。いえまあそこまでせずとも済むでしょう。幕府を一発で掃討できるような機会は限られます。宣下式典が終わるまで爆弾を確保していられればひとまず危機は去るかと。あれ？そうだ、見つけた。軍用飛行船としては小さなものだ。どうしてこんな城みたいなものが空に浮くのよ。原理は単純だ。空気より軽い機体があの袋に詰まっている。何なのかしら。城は飛ぶし、城を一発で吹き飛ばす家具はあるって言うし、時代の差が身に染みてなんか切なくて嫌なんだけど。老け込むのは後にしろ。上から回り込み操縦室を直撃する。
操舵士の身柄を押さえ進路を変えさせることができれば時間稼ぎになるはずだ。了解。一応確認する。周辺に敵機はないな。なし。この空域にいるのは私たちと下の空飛ぶ船だけよ。そんな、ちょっと、本当に老けて、ボケたの私。いや。あれはいつぞやのラッパの同類だ。ラッパ？ガッサン・チュサイエ？信号反射を最小限に抑える鋼鉄構造を持つ。加えて飛行管の影に潜むようにして寄港していたのだろう。どうするの？船内に突入する。どこから？その辺からだ。あとは臨機応変。それ、行き当たりばったりって意味？皇帝！しかりしからばただ一個の部幽縁なる天へ挑む一匹のアリ名を覇王。同心様、シシクは一体何をしているのです？さて、それがしにも分かり申さぬ。質問の使者を送っても梨のつぶて、我らが出向かねば拉致が開かぬやも。勝手に軍を動かして、まさか謀反を。それにしても妙でござろう。不穏の挙動を露骨にさらしながら、さて何を置いても制すべき我らに矛先の伸びる気配は依然なし。この不手際は合点がゆかぬ。以前大鳥家においてシシク殿が成し遂げた謀反は電光石火、誠に鮮やかな始末であったと聞き及んでござるの。ならあのたわけ者どういうつもりで？さまったくバカはちゃちゃまるだけで十分だってのに。そういえばあいつも何やってんのよ。今日はお姿を見ませんな、ライチョウ殿は。見ておりません。こんなややこしい状況の時にどこで油を売ってるんだか。誰か四郎の国氏殿下の安否を確かめに行かせた連中はまだ戻らないの？もう随分経つじゃない。今だ。お前も行ってきなさい。
ああ、もうどいつもこいつも。古傷が傷んできよったな。同心様、何か。ライチョウ殿、我らの手元に残っている兵に戦闘配置を命ずるべきと存ずる。でも別に敵が攻め入ってきているわけでは。攻められてからでは遅うござる。遅うござるぞ、ライチョウ。直ちに武者どもを空へ上げ防空陣を張らせるべし。命令は不審な航空機あらばこれを退去せしむこと。退去の勧告に従わずばこれを撃墜すべきこと。たとえそれが幕軍であろうと進駐軍であろうと。それはあまりな暴挙。暴挙でござる。暴挙には暴挙をもってしか抗えぬ。戸を蹴破って押し込んできた強盗に説法をくれてやって何となろうや。白人の一戦にて切り伏せてからムクロに念仏を聞かせてやるべきでござろうよ。そやつが本当に強盗であったならそれでよし。無実であったとしても構いはせぬ。強盗であったことにしてしまえばよい。法理を取るは常に力ある者ゆえ、勝てばどうとでもなりましょうぞ。同心様、もうここは戦場とそうお考えなんですね。何者が仕掛けたいかなる戦なのかはまだ分かり申さぬが。承知いたしました。ならばマロも今より戦と心得ましょう。侍大将を呼び集めます。お急ぎくだされ。申し上げます。何事？どうしたの？早く報告なさい。銀星号がこの大城に突如。なんですって？